今日なんですけれども、手裏剣の狙いターゲット、これを明らかにしてそこにしっかりと狙っていく、そういった練習をして遊ぼうかなと思っています。で、いつも打剣を練習するとき、自分の中で仮想のターゲットっていうのは当然設定しています。ですが、それだとね、こう見ている人にどこ狙ってるのか分からなかったり、そういったことがありますので、今日はまた久しぶりにターゲットを設置してみようと思います。あとね、このターゲットなんですけれども、古流棒手裏剣大会の的、あれを使ってます。で、私の友人もここ最近また手裏剣の打剣をするということで集まっていたんですけれども、その時にもやっぱりこのターゲットを使っていました。なんでこう仲間内で同じターゲットを使って練習してるよっていう意識も持てるので、今日は的、これを用意してそこにしっかりと狙っていく、そういった練習をしてみようと思います。今日の的です。古流棒手裏剣大会の的、A3 の紙に印刷をしたものです。初めて見る方に一応得点だけ、一番外枠が5点、6点、7点、8点、9点ときまして、真ん中の鬼が10点です。直径で3センチぐらいだったかな。この的を使います。で、的の中心を地面から145センチのところに今日はセットしました。大会では競技によって145センチから150センチの間にこの的の中心、鬼をセットするようにしています。ちなみにこういったコントロールで悩んでいる人のために、以前もコントロールに関するいろいろな考えをまとめた YouTube というのを何度か投稿しておりますが、簡単に言ってしまうと、狙いを良くするためには、まずはあまりこういった動きっていうのをなるべく少なくして、頭の視線、これをあまり大きく動かないようにする、これは基本的なところですが、もう一つ手裏剣の手の内、これを気をつけてください。こう持つ方、中指に添える方、いろいろいると思うんですけれども、例えば中指に添えた時に人差し指の先であったり、あとは中指のこの関節、特に第二関節の方でしょうかね、ここのところが多分手裏剣に触れる方が多いと思うんですけど、こういったところが剣に触れすぎていたり、触れる力が微妙に強かったりすると、この手裏剣のコントロールに大きく影響を及ぼしてしまうことがあります。要は中指を滑走路と見立てた時に、この滑走路を大きく干渉してしまう。滑走路に例えば石とか異物があればまっすぐ飛ぶのが難しくなってしまう。それと一緒で、まっすぐ抜けるために多少は挟まなければいけないんです。これなんですけれども、これでも一緒ですよね。どっちかの指の当たりが強すぎたりすると手裏剣がブレてしまう影響がある。なのでコントロールをもう一つ精度を高めたいという時に、この持ち方、手の内、これを見直すとコントロールが劇的に改善することがあります。今日はね、しっかりと狙っていこうと思います。最近この手裏剣同士を当ててしまうというのをよくやるんですよね。ちょっと改善しないといけないですね。やはりそういう意味でもこのコントロール、
これは大事ですね。同じところを狙う。そして手裏剣同士を当てない。これも一つの課題だと思ってます。ちょっと刺さったと見ていきたいんですけど、ちょっと打っている方の視点から見てみるとこんな形なんです。ちなみに、10点に刺さってます鬼。これが、10点に刺さったことよりも何が良かったかってまっすぐ刺さってるんですね。まっすぐ刺さることで後ろから見た時にこのように点にしか見えないんです。実際は刺さってますが、これだといいんですけれども、例えばこの5点に刺さっている1本だとか、あとはこの8点のところに刺さっているこのように強く上向きに刺さっていると、これから手裏剣を打とうとした時にこう刺さっている手裏剣が明らかにこう干渉してしまうんですよね。ターゲットがないところだと上向きに刺さった手裏剣はまあよしとするんですけれども、こういったターゲットを用意して、しかもそのターゲットが狭くなった時にはなるべくまっすぐに刺した方が次の手裏剣が打ちやすいと、そういったこともあります。大会にもし出る方、皆さんこういったことは経験として分かっているとは思うんですけれども、実はこんな注意があります。手の内がね、やはり少しまだ手裏剣に干渉してるんでしょうね。少し散らばっています。もう少し集中をして集めたい。こうやって当たっちゃうんですよね。こういった的を用意してそこに向かって手裏剣を打つ。これはもしかしたら手裏剣術とは違うことかもしれません。人によっては手裏剣ダーツと揶揄する方もいるんですけれども、それぐらい別物と思っていいかもしれません。ここまでね、正確に狙いを定めたり、同じところに打ち続ける、なかなか実はないんですよね、手裏剣術だと。でももちろんね、手裏剣は狙いが正確な方がいいですし、そのいろんな考え方があります。投げずに使うんだよとか、いろいろ考え方はあるんですが、こういったものを競技としてやる以上はやはりそのための練習、そのための心構えというのも必要になってきます。またちょっと私が言うと精神論みたいに聞こえてしまうかもしれないんですが、手裏剣のこういう狙いを良くするために、方向性、狙いを良くするために、ある意味でこの手裏剣を信頼してあげる。手裏剣は道具なんですけれども、仲間と思う。あんまりね、こういうものを擬人化って海外の人はしない考え方かもしれないので、ちょっと不思議な考え方と思われることもあるんですけれども、要は手裏剣が刺さるものだと信じる。つまり適当に打っても手裏剣は刺さります。私これ今的ほとんど見てません。つまりこういったことを競技としてやる場合ですが、
刺すために必要な手の内の操作や体の操作、そういったことを考えることも最初のうちは大事ですが、ある程度刺さるようになってきたら、そういった考えはなるべく早く頭から消してしまって、シンプルな操作で刺さるようにしておく、そういう状態が作れた人が有利なんじゃないかなと私は思っています。というわけで今日はターゲットを設置して、しっかりとそれを狙うと、そういったことを心がけて遊んでみました。どうしてもね、やはりああいったものを設置するとちょっと競技、そういったものを意識してしまうこともあるので、その意識もどっかでなくしていかなきゃなと思ってはいるんですけれども、それでもね、やはり畳に向かう、そこに明確な目的が一つあると、また体の動きとかも違ってきますので、なかなか面白い練習です。こんな形でいろいろ遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら、気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ、高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では、今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。